じゃあクリアしますか。ゼルダの伝説全部。はい、じゃあ全作品をクリアしている間に今回の企画の説明をしましょう。全てを超えた超やり込みブレスオブザワイルドということで、まずは全てのゼルダシリーズの作品をクリアします。30年以上続くゼルダシリーズの全ての作品をプレイ映像を収録しながらクリアします。なぜそんなことをするのかというと、実はゼルダのシリーズって全作品が時系列的につながっていて、その全体がゼルダ史という一つのとてつもなく長い歴史になってるんですね。今回はそのゼルダ史の全てを解説しようと、収録した全作品のプレイ映像を交えつつ、ゼルダ史をざっくりと分かりやすく解説することで、今回の動画シリーズを通して今までのゼルダシリーズの全てをまるっと理解したような気になってもらおうと思ってます。さらにブレワイの超やり込みとして全てをコンプリートするということで、宝箱コンプをはじめとして収集要素は全てコンプリートします。さらに全ての人間が英傑だというコンセプトのもと、主婦の英傑縛りということで、日用品や料理を駆使して最高難易度のマスターモードを攻略します。最後に全ての魅力を伝えるということで、ブレワイならではの自由度の高さを余すところなく紹介していく予定です。ということで、そろそろ始まります。よろしくお願いします。よし。めっちゃいいゲームだった、これ。終わったー。長かったなー。いよいよか。マスターモードを始めたら。目を覚まして、リンク。やっと目覚める時が来ましたね。いやー、この半年、目を覚ますためだけに頑張ってきたよ。リンクも俺も。リンクは100年だけど。始まるぞ。このシーカーストーンと俺が書き下ろした600枚以上のチャートが君を導くぞ、リンク。さあ、初めての宝箱。宝箱もすべて開けます。古びたシャツ。で、装備ですけども、主婦縛りということで、ご家庭にあるもの縛りでクリアしていこうと思うので、服装はこの古びたシャツセット、古びた装備セットでやっていこうと思います。これ朝の5時ぐらいなんですよね。あなたはこのハイラルを再び照らす光。この道を進むとオープニングが始まる。今こそ旅立つ時です。ただこのブレスオブザワイルドというゲーム、とても自由なゲームなので、オープニングを見ないという選択肢すらあるんですよ。自由なんで。そういう自由な部分、ブレワイの面白い部分、そういうものをなるべくたくさん紹介するような、全てを遊び尽くすような動画にできればなと思ってます。今回はまだオープニング見たくないんで、この祠から無理やり出たろかなと。自由なんで、そういうことできるんで。望遠鏡壁抜けというテクニックを使えば、ここから出ることができます。はい。出れました。ね、こんな感じで。自由でしょう？このゲーム。で、こっちの方にまず行って、ちょっと寒いんですけどね、必要な装備を取りに行きましょう。はい、まずは、転ぐのうちわ。ご家庭にであるでしょう。これ庭に行ったらあるから。転ぐのうちわ。これは使えます。これめちゃくちゃ便利ですね。なんで、頻繁に使っていきたいと思います。これ、木こり農の、うち農家だから、こういうのを買うからね。ホームセンターで。日用品でしょ、これも。持っていきましょう。はい、ここまで来たら、最初の敵、ボコブリですね。マスターモードだと、雑魚敵がほとんど強化されていて、かなり強いボコブリに強化されてるんですよ。ただ、
もう斧持ってるんで、こっちは。斧持ってたら余裕でしょ。こんな木の棒とかしか持ってない。知能の低い連中に負けるわけがない。行くぞ。ここで、ははい。長いよ。こういう風に避けると、ラッシュっていうのができて、こう攻撃しまくれるんですよ。全然効かないな。はい、ということで無理ですね。見てもらった通り全然効かないです、斧。しかも今回のこのブレス・オブ・ザ・ワイルド、武器に耐久値っていうのがあって、ある程度武器使っちゃうと壊れるんですよ。この斧の場合は47回で壊れちゃうと。なのでかなり工夫しないと雑魚敵ですら倒せないような縛りになってます。ってことで走り抜けましょう。ただ大事な装備があるんで、これ鍋の蓋。これがですね、今回の縛りで唯一使える盾です。主婦の英傑なので鍋の蓋だけ使っていこうと。これ便利です。いろいろ使えますからね。これほんと大事にしないといけないです。始まりの大地に2枚しかないので壊さないようにしないと積むんで。でですね、今回の収集要素の一つ、コログですね。このコログがこのハイラルの大地に900体隠れてるので、この900体も全て見つけてコログの実を集めます。匂うんだこれ。コログの実をいただきました。これ結構いいよね。マスターソード感あるでしょこれ。錆びた剣。ただご家庭にこんな剣はないので捨ててしまいましょう。松明は日用品でしょう。この武器も結構特殊だね。火をつけ続けても武器が燃え切らないっていう、いろんなところで重宝します。あとはこの火をつけるアクションっていうのがあるんですけど、松明が面白いのは燃やせるんですよ。こういう風に草とか面白いですよね。ちょっとお詫びのために喜んでくれました。よかったな。これでいいだろう。リンクシーカーストーンのマップに示された場所へ向かうのです。ここに向かいなさいよということですね。とりあえず向かわないです。これ自由なゲームなので無視してもいいんですよ。じゃあ次に弓矢、これも取りましょう。はい、ボコ弓。これは木製なんで使えるという。あとは逃げろ。危ね。そんな怒んない。置いてる方が悪いんじゃないのか。みんなのものだから、これはみんなのものだ。よしと。はい、到着。最初の祠はモダイの祠と。よし。このハイラルの大地、この祠が至る所にあるんですけど、これも全て、開けてクリアしていこうと思います。で、最初の祠ですね。ただこの祠まだ開いてないんですよね。開いてないんです。シーカーストーンが示す場所に行けばこれが開くようになるんですけど、ちょっと行きたくないんでね、まだ行かないと。じゃあこれ無理やり入りましょう。使うのはこの鍋の蓋ですね。鍋の蓋で入れるんですよ。自由なゲームですね。鍋の蓋で入ることができる。いけましたね。結構何回かやったんですけど、いけました。鍋の蓋ってこういう使い方もあるんですね。もう主婦の知恵ですよね。鍋の蓋として使うんじゃなくて、盾としても使って、さらに壁を抜けるのにも使うという。これ主婦の知恵以外の何者でもない。スキュはもうやらないと思いますけど、こういう知恵をいろいろ紹介できたらなというふうに思います。この祠もいろんな解き方があるんで、いろいろ紹介したいと思うんですけどね。面白い解き方、なるべく。で、始まりの大地の祠は、こんな感じでシーカーストーンに特別なスキルを与えてくれるんですね。アイテムを。ビタロックですね。ビタロックです。悪さできるんですよね。これで途中で解いたりね、できますから。
こういう鉄球も止めたりできると。で、祠にも宝箱があるんですよ。こんな感じで。この宝箱も全て開けていこうと思ってます。これはいらないですね。こんなの家庭にないですからね。さあ、来た。この縛りの紙吹きが来ました。トンカチですね。どこの家にもあるトンカチ。鉄のハンマー。これが紙吹きなんで。これがもう主戦力と言っても過言ではないので。で、ここ、石の玉で塞がれてますけれども、実はこの横側を飛んでいくことができます。縦サーフィンっていうテクニック。空中で2段ジャンプできるんですね。こんな感じで。これを使って攻略してもいいですね。はい。まあ、ビタロックでいいんですよ。ハンマーで叩けってわけじゃない。いい武器で叩いちゃダメです。コログの刃とかで叩きゃいいんですよ。別に難しいことしようと思ってないんで、これは。実況で。シーカー族の、なんでしょう、生き仏というか、即身仏が各祠にいて、この人たちが試練をクリアしたご褒美に何かくれると。ということで、ぐおー。ロフトバードの紋章だけど。克服の証。これをゲットと。これで能力強化ができるんですけどね。まあ、基本使わないです。基本は使わないんですけど。ただちょっとね、あるイベントで一時的に上げないといけないんで、それは使おうと思うんですけどね。はい。じゃあクリアし、なんだあれ誰ですかあなた。いやいや。お前何も見えてなかっただろ。はい。じゃあ始まりの塔の方にやってきました。ここ。お分かりいただけたでしょうかこの怪奇現象。空からおじいさんが降ってきます。ここ、名所なんですよね。ホッポジーに話しかけると、積みますので、決して話しかけないように。じゃあ、起動しますか。始まりの塔ね。塔を起動と。これびっくりしたよね。最初やった時。始まりの塔の起動によって各地の塔も起動して祠も連動して起動しているので祠の鍵が開いて入れるようになります。おじいさんがようやく建てました。始まりの塔で、この塔に来る目的、各エリアに塔があるんですけど、その目的がこのマップ情報を取るっていうことですね。はい。周囲のマップが埋まったと。で、このマップをもとにどうやって進もうかなみたいな感じで、自分で考えて進むことができるという。超楽しいです。これ。マジで。超楽しいです。ぜひやってもらいたいですよね。思い出しちゃう。思い出して。何をですか。あなたは100年の間眠っていたのです。この怪物が本当の力を取り戻した時、世界は終わりを迎えてしまう。これが厄災ですね。厄災ガノン。
だから手遅れになってしまう前に早く早く。ゼルダ姫はこの100年間この薬剤ガノンを抑えているという状況ですね。面白いでしょう。すぐラスボスに行けたりもするんですよ。マジで自由なんですよこのゲーム。これでここで言うつもりだったんだな、そのフォッフォーをね。じゃあ降りますか、塔から。はい、降りました。あれあれパラセールしかなかったよね、今。バグ？どうも、編集の僕です。実はここ、おじいさんのセリフがあるんで、それをちょっと要約したいと思います。このハイラル王国っていうのが100年前に、薬剤ガノン、城に取り付いてるやつに滅ぼされたと。そこに行くためにこの大地を降りないといけないんですけど、ここ高いところにあるんで、パラセールが必要だということで、これが欲しければ全部の祠を開けろということを言っていたみたいですね。では、マップも手に入りましたので、ここまでの道のりを振り返ってみましょうか。まず、快晴の祠で祠を抜けて、コログのうちは鍋の蓋をゲット。さらにコログの実を取って、ぐーっといって、ここで弓矢を奪って、最初の祠へ。そこからぐーっと来て始まりの塔に登りました。はい、着いた。魔王ヌ。こんなところには鬼も。本来はこうやってシーカーストーンで開けれるということですね。さてさて。磁石の力。マグネキャッチ。マグネキャッチは、こんな金属類をどんな大きなものでもこう持ち開けれると。こいつ強いんで。青沼の鉄衛。これ強いですね、マグネキャッチ。縦サーフィンの2段ジャンプ。ここに宝箱があります。旅人の弓。はい、2つ目クリアですね。この裏ですね。じゃあバシフの祠。3つ目。破壊の力。いやー、爆弾。リモコン爆弾。これめっちゃ大事ですね。結構攻撃力あるんで、リモコン爆弾で。敵を倒したり、こういう壁を倒したりね。自爆もあるけど。旅人の両手剣。これいらないです。ここは、コログのうちはですね、爆弾とか飛ばすことができるんですよ。ね。これ結構便利でしょう。琥珀。爆風の範囲かなり広いんで、こういうとこでも届くんですよ、爆風。気をつけないといけないです。自爆ね、特に。はい、3つ目、クリア。無事爆弾がゲットできたんで、この始まりの大地のチュートリアルの締めとして、あいつのとこに向かいますか。こんにちは。はい、ライネル。このマスターモードでは、なぜかこの始まりの大地に最強の大型モンスターであるライネルが配置されていると。なので、こいつを倒そうと思います。倒すためにはちょっと準備がいるので、いろんなもんを集めていきたいと思います。じゃあ待ってるよ、ライネル。おお。また帰ってくるからな。今じゃない。帰ってくるからな。待ってろ。まず弓矢を集めましょう。ボコベリに打たせて弓矢を取る。令和の諸葛亮作戦。はい、木の矢ゲット。木の矢10本。木の矢5本。ここにいるチュチュを狩ります。こいつはチュチュゼリー。剣カブトが欲しかった。カブトムシ取りに来ましたよ。音が少ない一番いいと思います。ブルーアイ飯のお時間です。さて今日はこの老人を喜ばせるようなエナジードリンクを作ろうと思います。さあまず下ごしらえとしてチュチュゼリーですね。
さっと火で炙ります。そうしますと赤チュチュゼリー、これがゲットできますので、これを使いまして、さあ今回のレシピはこの剣兜1つ、そして赤チュチュゼリー4つ、この鍋の中に入れていきます。そしてコト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 と煮詰めますと、何ができるかな。おほ、力薬。そして最後にこれをリセットしてマラソンします。ダメだ。おい。ほっ。きた。大成功ですね。大成功っていうのが料理では低確率で起きるんですよ。でこの大成功が起きると料理の効果が上がります。力効果がレベル2になってると思うんですけど、これを狙ってたんですね。大成功の効果とかその辺はまた後で喋ろうと思います。一回飲んでみましょうか。うまい。この左上に出てる表示、料理には特別な効果を持つものがあって、この力薬、これは攻撃力アップですね。それが約8分間ぐらい続くよという意味ですね、これ。さらに剣マークが2つついてるのでレベル2なんですよ。通常攻撃の 1.3 倍のダメージが出ます。これね、すごいありがたいです。この縛りでは。こんな感じで料理っていろんな効果があるんで、主婦としてはこれを駆使して攻略していこうということですね。はい、じゃあ今日の料理はおしまい。おい、帰ってきたぞ。お前を買ってやる田舎。まずいなこれな。それではここでライネル戦の攻略方法について解説しましょう。今回戦う白髪のライネルはヒットポイント4000という化け物です。リンクが今持っている武器は鉄のハンマー、鍋の蓋、木製の弓、この3つを駆使してライネルをなんとか倒しましょう。まず一番問題になるのが武器と盾の耐久値ですね。主力である鉄のハンマーの攻撃力は12なので、約350回ぐらいぶん殴れば倒せるんですけども、その前に武器が壊れてしまいます。さらに鍋の蓋、これもライネルの攻撃を単純にガードしてしまったら盾ごと全身粉砕されます。これを解決するのが馬乗り攻撃、それからガードジャスト、さらにヘッドショットというテクニックですね。まず馬乗り攻撃ですけども、ライネルは特定の攻撃を受けるとスタン状態になって馬乗り攻撃という特殊な攻撃をできるようになります。実はこの攻撃では武器の耐久値が減らない仕様になっているので、このハンマーでどれだけぶん殴っても武器は壊れません。次にガードジャスト、攻撃に合わせてタイミングよく盾を弾くとガードジャストが発動して敵の攻撃を弾くことができます。そしてこのガードジャストでも盾の耐久値は減りません。もう弾き放題なわけですね。ただし一瞬でもタイミングをミスると盾ごと粉砕されて即死亡なので注意しましょう。最後にヘッドショット、ガードジャストをした直後ライネルはひるんだ状態になって頭がガラ空きになるんですね。そこにヘッドショットをぶち込むと、そうするとライネルはスタン状態になるので馬乗り攻撃へと移行しましょう。攻撃をガードジャストする、ひるんだらヘッドショット、スタン状態になったら馬乗り、ガードジャスト、ヘッショ馬乗り、このサイクルを繰り返せば弓と弓矢の消費だけでライネルを倒すことが可能です。ただ主婦リンクの攻撃力はすごく貧弱なので10分くらいノーミスでガードジャストする集中力と気力が必要になってきます。近づいていったらここをヘッドショットで乗る、でボン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 、遠くに離れたらとにかく初手、これを弾く、でヘッドショット、初手を弾く、ヘッドショットをボン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 。この場合は結構近づき目で避ける、で吐き終わった後にヘッドショット、浮いた、投げて、これも突進、これも弾く、これ頭の位置違うんで注意ですね。からリモコン、木が邪魔なんで、急に止まったら振り向きなんでこの辺ヘッドショットチャンスです。これも集中ゲーだ。めっちゃ下手になってるな。ちょっと待って、
あれこれ喋りながらだと無理かもしれない。まずいね。ちょっとあれあれちょっと待ってよ。ちょっと待って。あー、そう。あちょっくす。マジ。やめろ、やめろ。お前、ずるいぞ、それは。うわくっわあバカ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 バウバウバウもうバカまだか。あ、来た。半分になるとこれ打ってくるんで行きましょう。うわ、もう弓は3本しかない。足か。あと1本。死ね。あ、ミスった。危ない。だいぶ馴染んできたこのゲームが。そろそろチュートリアル終わりにする。飲んで、はい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 。来た。半分。家に壊れた。持ち帰って。よし。はいはいはい。いや、これ絶対いける。これは絶対いける。お前の動きが止まって見える。いつも通りいつも通り。弓矢も絶対足りるだろこれ。OK。はい。いつも通りやれば大丈夫。いつも通りやるぞ。OK。OK。振り向け。お！倒したか？いや。マジ時間かかったな。下手すぎるだろ。いやー、倒した。ようやくこのゲームが体に馴染んできたみたいです。グッドチュートリアル。さすが、任天堂。重心の体験。めっちゃ強い武器ですね。このマスターモードの醍醐味でもあります。この序盤でこんな最強武器。ほぼ最強と言ってもいいと思います。これが取れると。いやー、手に入れたぜ。これがマスターモードの醍醐味よ。いらないですね。こんな日用品ないもんね。ご家庭に重心の体験はないからいらない。トンカチ持ってっからもう
ようやくチュートリアルが終わったので、オープニング見に行きましょう。このシリーズ始めますか、ついに。この快晴の祠付近に近づくとオープニングが始まります。じゃあ始めましょう。すべてを超えた超やり込みブレスオブザワイルド。始めるぞ。始まるな。鍋の蓋、そしてトンカチ。この世界を救うぞ。何者でもない主婦の英傑が。ゼルダの伝説、ざっくり解説。今回はゼルダ史の全体像についてざっくりと見ていきましょうか。ゼルダ史もしくはハイラル史と呼ばれるゼルダシリーズの歴史。このように何万年もの長い時系列を紡いでいます。膨大な量ですので、今回はざっくりと重要な分岐点だけ説明していければなと思ってます。ゼルダ史を一言でまとめるなら、触れた者の願いを叶えるというトライフォースを巡る歴史だということですね。ゼルダ、勇者であるリンク、大魔王であるガノンなどの大体この3人でトライフォースが絡んだ何かが起こるというのが基本のストーリーです。その元凶でもあるトライフォースがこの地上に降り立った起源やなんかを描いたのがスカイウォードソードですね。トライフォースは世界を創造した3人の女神が残していったとされています。そしてそのトライフォースと残されたこの世界を委ねられた一人の女神がいまして、その女神の生まれ変わりがゼルダ姫だということですね。そしてそれからどんどん時は進んで大きな歴史の分岐点がありました。その作品が時のオカリナ。ここで歴史は3つに分岐します。ガノンドルフ初登場となった時のオカリナ。一つの世界線はこのガノンドルフに敗北してしまった世界線ですね。時のオカリナの最後のガノンドルフ戦。ここで負けてガノンドルフにトライフォースが奪われてしまった世界のその後と。このリンクが敗北した歴史はその後神トラからリンクの冒険まで続いて、後々の作品でリンクがガノンを倒すというストーリーに続きます。次に時岡でガノンドルフに無事勝利した世界線。この先でも歴史が2つに分岐してるんですね。ここがちょっと複雑なんですけど、時のオカリナっていうのはタイトルの通り時間を扱った作品で、大人時代と子供時代をタイムスリップして行ったり来たりするようなストーリーなんですね。大人時代でガノンに勝利した後、リンクは子供時代へと帰っていくんですけども、ここで歴史が2つに分岐します。まずはリンクが子供時代に帰っていった世界。子供リンクはゼルダ姫に会いに行ってガノンドルフについて忠告するわけですね。あいつやっぱやべえよみたいな感じで。それでゼルダ姫は時のオカリナをリンクに渡してガノンドルフの手の届かないところまで逃げるようにと告げて、リンクはそれに従って遠くへ離れていくと。で、その先の歴史がムジュラの仮面、トワイライトプリンセス4つの剣プラスなどに繋がっていくんですね。さらにもう一方の世界、リンクが帰ってしまった後、ガノンが倒された後のリンク不在の、平和な世界ですね。長らくその平和は続いたんですけど、いろいろあってガノンドルフが復活して、そうしてこの世界はなんとほとんどが海底に沈んでしまうという、なんとも恐ろしい話が起きて、その後の話が風のタクト、無限の砂時計、大地の汽笛へと続いていくわけです。という風に駆け足で長い歴史についてざっくりと見てきたんですけども、じゃあブレスオブザワイルド、ブレワイがこれのどこに入るのかというと、公式ではこんな感じのくくりとなってまして、ある意味でリセットというか、どこの時系列にも属してはいないんですけども、全ての歴史の先にある新しいゼルダとして位置づけられているのかなと思います。というところで今日はこれくらいにしたいと思います。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。